はいどうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。本日はコスタリカのコーヒー豆についてご紹介したいと思います。コスタリカのコーヒー豆は知名度的にはそんなに有名ではないと思うんですけども、僕も好んで飲む国の一つであるので、その美味しさの秘密であったりとか、何が美味しいのか、何が有名なのかっていうのを詳しく説明できたらいいなと思っております。まずはですね、コスタリカがどんな国なのかというのを説明していきます。コスタリカは中米にある自然豊かな国です。アメリカとかがある北米、ブラジル、アルゼンチンがある南米をつないでる細いところですね。で、太平洋とカリブ海に両方に面していて、海も山もある、とても風景の美しい場所らしいです。ちょっと僕まだ行ったことないんで、今度行ってみたいですね。面積はおよそ5万平方キロメートル。日本の九州とほぼ同じぐらいですね。そして人口はおよそ500万人ほど。それほど人数も多くないですね。台湾もだいたい九州と同じぐらいっていうふうに言われるんですけども、台湾の場合は2200とか2300万人いますので、それの4分の1の人口しかいないので、コスタリカの人口は少ない方だとは思います。それほど大きい国ではありませんけども、コーヒーに関しては世界的にとても有名になっています。はい。でですね、コーヒーがコスタリカに持ち込まれたのは18世紀の終わり頃、およそ1779年頃にキューバから伝わったと言われています。で、そして1800年代の初めにはすでに国内で本格的に栽培されていたそうです。その後1820年代にはコーヒーの輸出が始まり、最初の方は周辺の中南米の諸国に出荷されていましたけども、1843年にはイギリスに直輸出がスタートし、コスタリカのコーヒーは一気にヨーロッパ市場へ広まっていったらしいですね。ここで少し背景をお話しすると、当時から現在にかけてコーヒーは途上国が栽培をして先進国が消費をするという構造がずっと続いています。コスタリカのような生産をする国が品質の良いコーヒーを育てて、で、ヨーロッパ、アメリカ、日本のような国が購入するというような感じです。で、台湾はその中では珍しく、途上国でもないのに、栽培ができてて、で、生産と消費が両方ともできる国っていうのは結構珍しい国なんですね。で、面白いのは、そんな時代にコスタリカの政府が農家に対して苗や土地を無償で提供していたことなんです。これによって小さな農家でもコーヒーを栽培することに参加できるようになりましたと。で、しかもそういった政策が行われたというのは、政府にとってこの環境ならいいコーヒーが作られるというふうに判断したという証拠にもなりますね。なので、国が認めたいいコーヒーが取れるみたいな感じですね。で、実際にそのコーヒーはすぐにコスタリカの重要な輸出品となり、経済の柱とまで育っていきました。その収益によって教育、鉄道、劇場など社会インフラが整えられたと言われています。まさに国を支えたもの、作物と言えます。で、このようにコスタリカにとってはコーヒーは単なる農作物ではなくて、歴史や文化、そして経済に深く関わる国のアイデンティティのような存在なのかもしれませんね。では次にコスタリカの精製方法についてお話ししていきたいと思います。精製方法というのは収穫したコーヒーチェリーから焙煎できる状態のコーヒーの生豆の状態にするまでの工程のことを言います。で、この精製方法によって味は大きく変わりますので、この精製方法大事ですよ。特にコスタリカはこの精製技術においてはとても先進的な国になっています。2種類の代表的な精製方法があるんですけども、一つ目はウォッシュド。チェリーの果肉や粘液質をすべて洗い流して乾燥させる方法で、中国では水洗いっていう書くんですけども、とてもクリーンなフレッシュな感じの味わいになります。で、二つ目はナチュラル。チェリーの状態のまま乾燥させて甘さや果実感を強く出せるのが特徴になっています。で、ウォッシュドとナチュラル、水洗いと天日干し。この2つが二大精製方法と言ってもいいですかね。で、3つ目がハニープロセスといって、果肉を除去させて粘液質だけ残して乾燥させるというような方法なんですけども、ちょうどウォッシュドとナチュラルの中間のような存在ですね。甘さと、クリーンな感じ
のバランスがとても取れるような生成方法です。で、このハニープロセスなんですけども、コスタリカが世界に広めたというふうにも言われていて、現在では国内の多くの農家がこのハニープロセスを使っています。それはなぜかというと、コスタリカではその水資源を大切にする意識がものすごく高くて、ウォッシュドという生成方法は水で洗い流すので、大量の水を使う生成方法なんですね。で、その水の使用量を少なくて済むハニープロセスというのが国全体に広まっていたという背景があります。で、ハニープロセスにもいろいろ段階がありまして、レッドハニー、イエローハニー、ブラックハニーとかホワイトハニーとかあるんですけども、残す量によって味わいが重く複雑になったりとかするんですね。ナチュラル寄りにするのか、ウォッシュド寄りにするのか、それがレベルの調整ができるっていうのもハニープロセスの醍醐味っていうんですかね、の一つだと思います。で、さらにレーズンハニープロセスという本当に特殊なその生成方法もありまして、これはナチュラルに近い生成方法で、果肉のまま熟したチェリーをそのまま乾燥させて、皮と果肉を抜いてもう一度発酵させてゆっくりと乾燥させていく方法なんですけども、そうすることによってそのドライフルーツのようなものすごく濃縮された甘みのある深みのある味わいを生み出すことができます。で、ロイヤルブルーコーヒーでもこうしたハニープロセスやレーズンハニープロセスのような豆がとても人気があります。ミュージシャンシリーズのモーツァルトというのがありまして、ものすごい香りが高い。これが、レーズンハニープロセスになるんですけども、ものすごい香り高いので、普段飲んでるコーヒーとは本当に格別に香りの方が全然違います。そのフルーツ感っていうんですかね。ベリー系の香りがものすごく強く出るので、とても人気な商品の一つです。で、このようにコスタリカでは、生成方法そのものがコーヒーの個性を作っているとも言えると思います。技術力とこだわりの深さが感じられる国ですね。はい。続いて、コスタリカで栽培されている主なコーヒーの品種についてお話ししていきます。生成方法よりかは味に対して左右する度合いは少ないかもしれないけども、品種も結構大事な部分の一つなので、詳しく説明していきます。コスタリカでは2種類の品種が多く栽培されています。それがカトゥーラとカツアイという2種類ですね。まずはカトゥーラについてなんですけども、これはもともとそのブルボンという品種の突然変異でブラジルで発見された品種です。コーヒーチェリーの木ですね。木の背丈が低くて密集してその栽培するのに向いています。なので狭い土地、限られた土地でもたくさんの木が育てることができます。で、次にカツアイなんですけども、これはカトゥーラとムンドノーボという品種を掛け合わせた品種で、病気に強く風にも強いという特徴があるらしいです。なので気候条件がやや厳しい場所でも育ちやすく、収穫が安定していることから多くの農家に選ばれている品種です。で、なぜこの2つの品種がコスタリカで多く栽培されているかというと、ポイントの一つが標高の高さと気候ですね。コスタリカのコーヒーの栽培地がおよそ1600から1800ぐらいの標高がメインのところなんですけども、もちろん高地ではあるんですけど、エチオピアの1800から2200のに比べると標高はちょっと若干低くなります。で、この標高に合っていて、かつ風味がしっかり出せる品種としてカトゥーラは相性がとてもいいです。で、もう一つの理由としては、コーヒーの木の病気の耐性と生産の安定性がとても大事になってきて、カツアイは特にサビ病という病気に対しての耐性があり、強風にも強いので、農家にとっても安心して育て上げる品種として重宝されていますね。つまりコスタリカではこの2つの品種が品質と生産性のバランスを両立できる存在となっていて、ただ近年ではゲイシャのような今本当に最近とても人気な品種も一部導入されてはいます。でもただその栽培の難しさや収穫の安定性がやっぱり前者の2品種に比べるとコツがつかめてないっていうんですかね。なのでまだそこまで広くは普及してないと思います。で、このようにコスタリカでは環境に合った品種選びを大切にしながら、農家の技術と経験によって高品質なコーヒー豆が安定して作られています。
では次にそういった品種や生成方法の魅力を最大限に引き出す仕組み、マイクロミル革命と一貫性管理による品質向上についてお話ししていきます。コスタリカのスペシャリティコーヒーを語る上で、マイクロミル革命というのが欠かせないキーワードです。で、マイクロミルというのは、小規模の農家が自分たちで持っている生成設備で、自分で栽培したものを自分でこの生成するということですね。2000年代以降、こうしたマイクロミルを持つ農家が増えてきました。今までは収穫したチェリーを大きなその生成所を持っていて、加工してもらうっていうのが一般的だったんですけども、エチオピアとかがそうですね。自分の庭とか自然に生えているコーヒーチェリーを取って大きな生成所に持っていく、ね。ではそうすると他の農園と豆と混ざったりとか味の個性が見えづらいということもなりかねません。しかし自分マイクロミルを持つことによって農家自身が栽培、収穫、生成と乾燥とかね、全て自分たちの手で管理するようになりました。これはまさに農家が自分の名前で勝負できる時代になったということです。誰がどこでどう育てた豆なのか。よくスーパーとかでもたまに私が育てました野菜ですみたいな写真が載っている農家さんののとかを見るんですけども、そういったイメージですかね。そういったことが明確になったことで、バイヤー、豆を買う人とかロースターとの信頼関係も深まっていったと思います。僕自身も SCA、スペシャリティコーヒー協会の認定資格を取りました。生豆と焙煎とバリスタとしての抽出、この3つ、それぞれのプロセスを学んできました。なので、その生豆焙煎して抽出する、すべての工程を理解した上で一貫して管理できることの大切さを感じました。ただ単に購入してきた豆をエスプレッソマシンやハンドドリップで入れるだけであれば、焙煎の仕組みを知らないと入れ方やこの豆がどういう豆なのかとか、どういう浅入りなのかというのもわからないと思いますし、さらに生豆生産のやり方も知っていると、より深くまでいろんなことを知れることができるので、こういったね、コスタリカのマイクロミルは、こうした作り手の思いと技術が豆の中にしっかりと詰まっているものだと思います。つまり品質管理もしやすいし、改善もすぐ実行できるっていうのがとても強みだと思います。で、こういった一貫管理による丁寧な仕事こそ、コスタリカのコーヒーが高品質として評価されている理由の一つだと思います。はい、このパートではコスタリカにおける持続可能性と環境への配慮についてお話ししていきます。コスタリカという国は世界でも有数の環境先進国と言われて知られています。国土の約4分の1が国立公園で自然保護区として指定されていて、で、電力のほとんどが水力や風力などの再生可能エネルギーで賄われています。で、こうした環境意識というのはコーヒーにも深く関わってきています。生成方法の時でも軽く説明しましたが、例えば水の使い方、モッシュドという生成方法がたくさんの水を使いますが、コスタリカではその水の使用量をできるだけ減らすためにハニープロセスという生成方法が広がりました。これは果肉を除いた後にミューシレージと言われる粘り気のある部分を残して乾燥させる方法。で、これで水の使用量をぐっと減らすことができて、しかもコーヒーの風味に甘みをコクを出すメリットがあります。また、コンポストやパルプの再利用という取り組みも行われています。コーヒーを生成するときに果肉や皮の部分っていうのが大量に出るんですけども、ただそれを捨てるのではなくて発酵させて有機肥料として畑に戻す。これがコンポストと呼ばれる方法です。パルプの再利用というのは取り除いた果肉を乾燥させて加工したりして別の用途に生かすと。環境への負荷を減らすために身近で実践的な方法だと思います。実際にそのロイヤルブルーコーヒーでもパルプの再利用を行っているコスタリカのレッドハニーの豆を販売しています。例えばコスタリカハーモニーカトライレッドハニーでは果肉の再利用と取り除いた果肉を乾燥させるときに一緒に乾燥させることによって果肉の甘みも豆にプラスするようなイメージ。その結果ちょっとドライフルーツのような甘みが強いコーヒー豆に仕上がっています。
で、ここで一つ注目したいのが、マイクロミルだからこそできる取り組みの柔軟さっていうのがあって、大規模な農園では方針の転換や設備の変更はどうしても時間とお金がかかります。ただ小規模の農家であれば、もっと自然の方に変えてみようと思った時にすぐに挙動できるっていう自由さがあると思います。実際に僕もその台湾の農園に訪問した時に、農薬を使わずに虫の対策をしているって話も聞いたんですけども、こういった対策をすぐに実践できるっていうのが、小規模農園の強みではあると思います。で、こうした積み重ねが美味しくて地球にも優しいコーヒーにつながっていきます。なので、コスタリカのコーヒーは味だけではなくて、作り手の思いや姿勢までもが詰まっていると感じられます。はい、ここまでコスタリカのコーヒーについていくつかポイントを分けて話していきましたが、最後に簡単におさらいしていきましょう。コスタリカのコーヒーは、まさに国が支えた作物だということですね。生成方法の特徴について、水の使用量を抑えたハニープロセス。これがコスタリカが発祥と言われてて、果実感のあるレーズン生成など、工夫の詰まった生成技術があります。品種ですね。カットゥーラとカツアイ、標高や病気などの強さについて現地に合った品種が選定されていると。で、マイクロミル革命ですね。一貫管理の魅力について小さい農家が生成まですることで高品質なコーヒーが生まれるということで、持続可能性と環境への取り組みについて水資源の保護やパルプの再利用などといった実践、マイクロミルだからこそ柔軟に行われることができると、ロイヤルブルーコーヒーでもこういった背景を持った豆も販売しています。こうして振り返ってみると、コスタリカのコーヒーには、味、技術、環境意識、作り手の情熱、その全てが詰まっていると感じられます。で、ロイヤルブルーコーヒーでもコスタリカの豆はとても人気がありまして、レッドハニー、ミュージシャンシリーズの香りの強いファンが多く、すぐに販売してしまうこともあります。ただ、コスタリカの生産量自体はそこまで多くないため、市場ではあまり磨けないかもしれません。それでも一杯のコーヒーで誰かの価値観が変わる、そんな体験がお届けできる豆だと思っています。まだ飲んでいない方は、ぜひコスタリカのコーヒーをお試しください。きっと甘くて優しくて奥行きのある味わいだと思います。ということで、今回はコスタリカのコーヒーの魅力についてできるだけ詳しく説明しました。長くなりましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。